どうも、ナチョです。梅雨真っ只中のエビノです。ここ数日ずっと雨が降っていて、今日ね、久しぶりに晴れたんで、外に出てみたら、もう草がものすごい伸びてて、今日はムシムシしてて、ちょっと暑いんですけど、もうチャンスなんで、みんな大好き草刈りをですね、今日やってしまおうかなと思います。もう昼前なんで、ちょっと時間がね、あんまりないんですけど、できるところまで、やっていきたいと思います。では、やっていきます。はい、今日もですね、この背負い式の草刈り機を使っていこうと思います。先日修理してから、何回か使いましたけど、今のところ動いてます。で、このね、背負い式の草刈り機っていうのは、ここのシャフトの部分を、腕で支えとかなきゃいけないんですけど、結構しんどいんですよね。で、ここに、こういう金具がついていて、ここに紐を引っ掛けて、で、ここのベルトに、つなげて、ちょっとでもその重さをですね、軽減できるんですけど、この紐が切れてたんで自分で作りました。で、着脱しやすいように、自分でこういうね、ナス缶と紐と、これで一発でパチって着脱できるように、自分でね、ちょっと改造して、ワイヤーを巻いて固定して、で、ゴムなんですけど、これのおかげで草刈り機を下ろしたり担いだりするのだいぶ楽になりましたね。これ一つね、ミニクラフトですね。はい、ではちょっと現場を見に行きます。はい、とにかく今日はちょっとこの目に見えるところを一番最初にやっていこうかなと思います。ここね、畑のところ、すごいことになってます。でね、ここにね、一箇所パクチーが生えてるんですよ。ここにほら、これ花咲いちゃってるけど、これとあとこれパクチーなんですけど、パクチーは好きなんで、この前いちさんに教えてもらってガパオを作ったんですけど、それにもねパクチーを乗っけたりしてめちゃめちゃ美味しかったんで、これちょっとね間違って切らないようにしたいんで、ちょっとこの周りだけ手で抜いていこうかなと思います。これはですね、朝坊が昔植えたじゃがいもがなってた。これちっちゃすぎるやろ。これかな。はい、手でやってたらキリがないんで、あとは草刈り機でやろうと思います。ここの広場をやりたいんですけど、物がいろいろ置いてて、そこに草がバッて生えてるんで、ちょっと邪魔なものをどけていこうかなと思います。
はい、今日はですね、もう最後にここだけやって終わろうかなと思います。ここはね、家の入り口のところなんですけど、多分お茶の木がバーッと生えてて、これもね、僕いつもめんどくさいから草刈り機でバーってやっちゃうんですよね。ここね、入り口のところでなんかもさっとしてると、見苦しいんで、ここやって終わりにします。だいぶすっきりしましたねちょっとね、やっぱ草刈り機じゃ切れないところがあるんで、ちょっと剪定バサミで綺麗に整えようかなと思います。はい、全体こんな感じになりました。だいぶすっきりしたな。ちょっとね、ここね、障害物があるんで一部枯れてないですけど、ここまた、昼から刈ろうかなと思ってますけど、まあ、こっちの方はこんぐらい切ればだいぶ風が通るかな。このね、柿の木がねだいぶ垂れてきたんで、ちょっと今度弟に切ってもらおうかなと思ってます。はい、でここね、こう自転車の練習で置いてた木とかをどかしたんですけども、ちょっとね腐ってるんで処分します。まあ薪にしてもいいし、焚き火に使ってもいいし。であっちの垣根のところですね、のとこもだいぶすっきりしました。はい、こんな感じ。はい、こういう入り口のところの垣根ガタガタやけど、これ多分垣根を切るバリカンみたいなやつがあるんですよね、トリマーっていう。まあ、今度やるときはそれをちょっと借りてきてやろうかなと。多分楽しいと思うんですよね。しかも綺麗にいくし、それもそのうちやりたいなと思ってます。よっしゃよっしゃ、だいぶすっきりしたな。はい、ということで暑い中でしたけども、まあやれるとこまで今日はやりました。まだ裏の方もまたすごいことになってるんで、それもこの天気がいいうちにちょっとやってしまいたいなと思ってます。もうこの梅雨の時期はね、もう雨が降ってたら外の仕事ができなくて、晴れたと思ったらもうものすごい雑草になってるんで、毎年この時期はすごい大変なんですけど、まあなるべく、綺麗な状態を保ちたいなと思ってます。この畑がですね、土が結構いいもんだから雑草も伸び放題なんですよね。結構前からね思ってるんですけど、手押しの管理機、耕運機っていうのかな、耕すやつ、あれがあったらちょうどいい広さでで草刈りしなくてもあれで耕せるんで、あれがね手に入らんかなってちょっと思ってるんですけど、まあなかなかそんなね甘くないんで中古でなんか安いのがあったら買うか、誰かに借りてきてやるか、ちょっとね管理機なんかあったらいいなと思ってますけど、あとはあそこの、垣根のとこはトリマーでわーってやったら楽しいかなと。あとは木がねどんどんでかくなっちゃうんで、やっぱ剪定というか、手入れをしないといけないのかなってちょっと最近思ってます。まあそこら辺は弟が専門なんで、弟に来てもらって一緒にそれをちょっとやってみたいなと思ってます。はい、だいぶ汗をかいてしまって、こんな感じで熱中症になっていくんで、皆さんも熱中症には十分気をつけてお過ごしください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。高評価、コメントいただけると大変励みになります。私が運営しているオンラインショップパ
茶ママですが、今年はですね、ちょっとずつでも僕の作っているレザーの製品を、掲載していきたいなと思っております。もちろん中南米の雑貨の方も、引き続き掲載していますので、気になる方がおられましたらぜひそちらの方もチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、バイ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 そうそう